で、そうですね、で初めてワインを飲んで、あの時作ったやつがこんなに美味しいんだっていうのが分かれば、またワインに興味を持つでしょうし、で山田さんそのピノグリ1本で勝負してるじゃないですか。で1本で勝負してて、ちょっとやっぱやめとけばよかったなみたいなと思うことってあるんですか？いや今のところはないんですけど、そうですね、これから先はもしかしたらあるかもしれないですけど、気候の変動とか、そういうことであるかもしれないですけど、今のところはすごく良かったなっていう。これ作ってて、要はもうあれですか、その作ってる時になんとなくこういう味わいというか理想の味わいっていうのはできてるんですか、それとも予想とは全く違うワインになってるんですか？基本はやっぱり自分のところは1種類でいってますし、こう理想とした味わい、香りとかにはなってますね。で寄付つくつかないもあるじゃないですか。そうですね。寄付金ね。それは最近はどうなんですか？ついてるんですか？いや、つかないですね。なかなかうちはつきづらい。多少はもちろん出るんですけど、そんなにこう寄付口がかなりこう後から香るほどの量が出ないというか、寄付金がつくとやっぱり蜂蜜感というか、そうですね、蜂蜜感が一番特徴的なところでいうと、そうですね、蜂蜜香が結構出やすいですよね。なんでつかない？やっぱりその日当たりがいいからってことですか？その日当たりよりも風通しの方がもしかしたら、うちは結構海風の北の風が結構入ってくるんで、それが結構大きいのかなとは思うんですけど、斜面は、東向きですよね。東向き斜面で、風通しがよ、だからあれですよね、本来だったらみんな寄付金ねつけたくないっていうのは普通なんでしょうけど、これじゃあちょっと本当にそんなにつかない状態が続くんですかね、これからも。そうですね、あとはちょっと傾斜があるんで、傾斜あるとさっき言ったようにこう肥沃な土地にはなりづらいんで、やっぱ肥沃な見てるとちょっと肥沃なところの方が寄付が出やすい。そうなんですか。へえ。と思われます。余市でもだから違う畑の寄付がいっぱいついてるところもいっぱいあるんで、あるんですよね。今日なんか最近高彦さんに聞いたら結構だから最近ここのとこ要は天気が良くてというか、その気温が上がってきてるから、そのねブドウにとってはいいのかもしれない。なかなか寄付がつきづらいという、ブランドノワールも本数かなり減るかもみたいなことをおっしゃってましたけど、もしかしたらそういうそれの影響もありますよね。気候の変化みたいなのを感じられてます？そうですね、毎年はここ数年特にねすごい暑くなってきてますよね。でもちょっとブドウの糖度とかも上がってんですか？ブドウの糖度はでも収穫の時期さえこう、なんていうんですかね、ちょっと早めたりすればある程度はコントロールできるんですけど、なんか全体的になんとなくここ数年余市のワインをいろいろ飲ませてもらってて、なんかアルコール度数も上がってきてるし、なんかちょっと濃くなってきてるイメージが。そうですね、そうですよね。結構上がってるとこもありますよね。ありますね。それはやっぱ収穫時期とかで調整できるっちゃ調整できるんですか？うちの場合だとそうですね。それ品種とかにもよるんですかね。だから農薬は使ってないんですよね。一応有機認証は自分のところはもうやめちゃったんですけど、有機栽培でなんていうんですか、認証されてるというか、使ってもいいよって言われてる農薬は、ボルドー液と、あと休眠期ってまだブドウが寝てる時に石灰溶合剤っていうの、この2種類は撒いてますね。硫黄ってことですか？石灰溶合剤はそうです。石灰と硫黄を混ぜたやつっていうやつで、なるほど。それを撒くことによってちょっと殺菌じゃないけど、そうですね、ダニとかが結構いなくなったりとか。なるほど。でボルドー液は何に効くんですか？やっぱベト病。そうですね、ベト病。ベト病はやっぱりどうしてもこう出てしまうんで、それを予防でこう
やっておかないと、まあ実ベト、まあ葉っぱから始まるんですけど、大体この実に移っちゃうと、まあ葉っぱもなくなっちゃうとね、落ちちゃうと光合成できないですし、はい、実につくと実もポロポロ落ちて、収量がどんどん減っていってしまうっていう危険な病気なので、それのまあ予防薬がボルド液なので、はい、もうそれしかやってないってことですもんね。そうですね、はいはい。でそれで虫とか出たら、虫はだから基本はね、普通の観光の方だと殺虫剤をもう何回か、この虫が出るからこの時期にこの殺虫剤、次この時期にこれが出るからこの殺虫剤で、まあ年間何回も撒くんですけど、やりますよね、はい、それはまあ一切殺虫剤は撒いてない。それはもう手で、手で潰してどれぐらいかかるんですか、その手で潰すって。いやでもなんだろう、トンのくらい。だって何ヘクタールでしたっけ？うちは少ないんでね、1.6 しかないのでやれないことはないんですけど、1.6ヘクタールを、そのだから虫もだから結構時期によってこの虫が出たりとかってあるんでしょう、次々にね。でそれを一個一個回ってって、まあでも他の作業をしながらの時もありますし、作業しながらやれる時もあるし、そうですね、はい。でもその虫対策でずっと虫を探しながらっていう月というか、そうか、隠れてるやつもいるから。隠れたりするんで、それちょっとしんどくなんないですか、その。でもそれはそれでなんか集中してやれるんで、無心でもプチ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 、そんなプチプチ、そんな大量にもね、そこまで大量にも出ない、そこまで大量には出ないですか。ですけど、まあでもそうですね、結構やってますね。もうだからそれはワインのためというか、いやこれはストイックというか。ね、ここまでやってる人ってまあそんなにいないですよね。そうです。まあね、確かに畑広かったらね、それもまあ難しいっていうのはあるんでしょうし。そもそも山中さんがワイン作りを始めようと思ったきっかけって何なんですか。そうですね、ワイン作りをやろうというなんていうんですかね、ワイナリーがやりたいっていう感じで始めたわけじゃなく、もともと北海道に来たきっかけが、スノーボードが好きだったので、スノーボードをしに北海道に来て滑ったら、この雪はもうちょっと次元が違うなっていうパウダースノーパウダースノーが、はい、それがきっかけで、北海道でちょっと冬の間、仕事ないかなっていうところで、スノーボードのインストラクターとして冬だけ北海道に来てたんですよね。でまあそのスクールの中でこうスキーの、まあ、自分はスノーボードだったんですけど、スキーの先生方は皆さん、農家さん、ほぼ9割。そうなんですか。で春から秋各農家、まあ作物は違うにせよ農家やって、で、冬はスキーの先生っていうスタイルで働いてるのを見て、皆さんそしてなんか人生謳歌してるじゃないけど、まあ農業も楽しいし冬のスキーも楽しい、一年中楽しんでらっしゃるおじさまたちがすごく憧れるというか、まあ、かっこいいなみたいな。そうですね、なのでまあ、農家なんですけど、自分的には季節労働者っていうのに憧れて、飽き性なんで、こう一年中こう一緒のことやってるよりは、冬違うこととか、そういう季節の労働者ってまあ安定しないんでしょうけど、まあまあなんかそれがちょっと楽しそうだしかっこいいみたいなね。まあそこからまあ農家に興味を持ち、まあそのスノーボードのインストラクターやってた時も、春から秋がやっぱ仕事が春から秋仕事して辞められる仕事じゃないと
冬滑るインストラクターで働けないじゃないですか。冬がメインですからね。なので春から秋ってなると、派遣の仕事がすごく多くて、リゾート地とかにこう派遣されるんですけど、それは全国行ってたんですか？全国、そうですね、結構全国行ってまして、2、3年いたり4、5年いたりすることもあるんですけど、なるほど。その中の一つで、ワインを結構扱ってるレストランに配属されたことがあって、でその時にワイン提供するんで、ちょっとワインの勉強しようと思ったら、そのソムリエさんいる、レストランだったので、せっかく勉強するんだったら、ソムリエ取ったらみたいなことを言われ、じゃあちょっと取ってみようかなぐらいなちょっと軽い気持ちで、その時もだってメインはスノボですもんね。そうですね、でソムリエの資格取って、そこからやっぱりソムリエのその資格取ってワインとかね、こう好きになってくると、ワインって畑ごとにこんなに味が違うのかとか、その辺に興味を持ってきて、でその農家にもともと興味あったって言ったじゃないですか。その時にじゃがいものその知り合いのスキーの先生だった方たちのとこに行って、こうじゃがいも収穫したりとか、トマト収穫したりとか、ゆり根ちょっとこう栽培してみたりとかのお手伝いには何回か行ってて、でその時にちょっと新規収納っていうのをちょっとこう考えながら行ってたので、なるほど、何やろうかなみたいな。その時にちょっと思ったのが、じゃがいももトマトも農家さんによって味が結構違うんですけど。違うんですか？じゃがいもを山中が作ったじゃがいもで、山中の上のじゃがいもとして売るって難しいんですよ、やっぱり。結局はこう本州とかに持っていくわけじゃないですか、大体が。そうすると北海道何々畜産のじゃがいもとしてこう JR とかのコンテナに積まれていくので、結局ああいうのって輸送量がすごくかかってしまうものなので、こうまとめないと。なるほど。結局生産者の顔というよりも地域だけでくくられて一色単にされちゃいますもんね。確かにそこがちょっと自分が農家やる時に、これって面白くないなってちょっと言い方悪いかもしれないですけど、思ってたところだったんですよ。ちゃんと自分が作ったものって届けれるものがいいって思い出すんですか？なんでこんな味が違うのに、自分だったら A さんっていうところのじゃがいもが好きだったら、A さんから直接買える、知り合いだから買えるんですけど、それを知らないと結局はそこのなんとか地区のじゃがいもでしか買えないわけですよ。確かにそうですよね。そこがやっぱりちょっとこう新規収納でこうリスクを背負ってやる時になんか面白くないというかって考えてたんで、そこにワインが来て、ワインは畑ごとで違っていいんだみたいな。確かに。しかも加工できる。これはすごく強いんじゃないかって思って興味を持ち始め、でその頃やっぱり北海道に新規収納された農家さんで自分ワインの醸造を勉強してたわけでもないので、そのワインまで作れるっていうのは正直思って全然考えてなくて、委託、どっかのワイナリーさんに自分のブドウだけ作って委託して作ってもらってそれを売るっていうスタイルがいいなと思ってて、でそれを、やってた農家さんっていうのがその2軒あったんですよね、北海道に。もっとあったかもしれないですけど、有名だったのがやっぱり松原農園さんっていうね、蘭越町にある。で、中澤ビンヤードさん、岩見沢の中澤さんね、栗沢ブランド。その2軒がやっぱりその当時はワイナリー持ってなくて、で畑だけやって、しかも自分のブランドでワインを作ってた。それお二方ともあれブルースさんとこですか？
松原さんは北海道ワイン。ああ、そうなんですね。はい、で中澤さんは、まだトワールがなかったんで、ココファームで。ココファームで、はい、ああ、なるほどなるほど。はい、でやってらっしゃって、その2軒に結構何回か見学行って、でまあお話聞いて、で新規収納もそういうスタイルでやりたいんですと、はい、言った時に、まあその家族2人が暮らしていく自分と嫁、2人しかいなければ暮らしていけると、多分、だけど子供とかできたら正直厳しい、あその収入的に、経営的に、なるほどだよって言われて、でその時にちょうどドメン高彦の曽我さんがワイナリー立てて、自分でやられてたくらいだったので、もちろん曽我さんのことも知ってたんですけど、でお二人とも松原さんも、中澤さんも、曽我君とこ行ってみれば、っていうふうにおっしゃったので、これはちょっと行ってみようかなと、はい、でワイナリーやるっていうあれが頭が最初からなかったんです。その曽我さん、ドメン高彦っていうのは自分の中から外れてたんですけど、はい、まあね、確かにそのワイナリーやろうと思ってないから、まあそうですよね、農家さん。まああとちょっと怖そうだなっていうのがあって、でもそういうイメージだったんですか。なんかちょっとストイックすぎて怖いんじゃないかなっていうのは、当時からそういう、やっぱりその雰囲気はありましたよね。なんかね、もう確かなんか哲学者みたいな感じですもんね、高彦さんって。でまあでもお二人に言われたからもあるし、まあ曽我さんのワインももちろん飲んだことあってすごく好きだったので、はい、一度じゃあちょっと行ってみようと思って、電話して、はい、でアポ取って行って、でドメーヌ高彦の曽我高彦のやっぱ哲学を見学に自分的にはちょっと軽い気持ちで、まあちょっと見学がてら行ってみるかみたいな、こんな感じなのかなみたいな、そしたらすごいもう熱く哲学を、それこそ哲学的なことを結構わーっと話されて、で地域のこともやっぱそのさっき出てて上り症のこととか、はい、地域が活性化させるためにやっぱりワイナリーって必要だっていうこととかもおっしゃってたりして、ですごく感銘を受けて、で曽我さんもちょうどその頃このアシスタントがいないとちょっと厳しいぐらいな畑の、ちょっと大きくなってきて、でもし余市にまあ上りに住んで、子供も小学校上り小学校に行かせて、っていう覚悟があるんだったら、うちで研修させてあげてもいいよっていう、で醸造はうちで、まあ、2年間っていうその国の研修制度にのっとっていくと2年間しか入れないんですけど、まあ、2年間で最低限のことは教えると、で言われたのでもう意を決して、はい、それはもうその日にですか？その日ではないですけどね、時間経って、時間経ってというか、はい、そうですね。それ奥さんから反対されたりしませんでした？そうですね、嫁の親が農家出身だったってこともあって、なんかあんまり、あとはまあ嫁もスノーボーダーでちょっとフラフラした生き方をスノーボードで出会ったんですか？なるほど。してたので、そこら辺は理解があったというか、まあ市川どうにもなんないんだからとりあえず市川近行ってみるかみたいな。なるほど。その時決意した時は年齢はおいくつなんですか、山中さん？いくつだったっけな。40過ぎてる。10年前、2014、そうですね、2014ってことは10年前に入ったので、そのちょっと前なんで12、3年前だからちょうど40になるかならないかぐらいな感じですかね。なるほど。それまではまあスノーボードとかいろいろやってたけど、そこでじゃあもうやろうと、けど結構その年齢で決めるのも結構あれですよね、勇気がいるというか。そうですね、お金もなかったのによくね、決断できたなっていうのはあるんですけど。いやすごい。まあけどその高彦さんにそれを哲学というかそのお話を聞いて、あ、もうじゃあやろうと。でそこからじゃあ始めて、でそこからもうスノーボードは
どうなんですか？でも冬の間は曽我さんのとこもまだそんなに忙しくなかったので、まあ冬の間稼ぎもなかったので、研修中も2014、15とそのインストラクターで教えに行ってました。はいはいはい。あ、なるほど。まあそれはアルバイトというか。はい。なるほど。はい。それで、2年後に独立。そうですね。2016年に独立。はい。でここはい買って畑。はい。ほんでなんでピノグレにしたんですか？そうですね。やっぱり曽我さんのところでの研修で、やっぱりピノノワールしかない畑じゃないですか。なのでピノノワールで育ってきたので、そのピノノワールとほぼ同じ遺伝子のピノグリだったら、その学んできたことをそのままほぼ 100% 生かせる。はい、まあなんていうんですかね、体で覚えたことというか、この時期にこれが危ないとか、この時期にこういう虫が出るとか、まあ、収穫時期とかもそうですし、まあ、多少は違うけど、まあ、大体こう似た感じでこう2年間やってきたことをそのままやれるんじゃないかっていうのと、まあ、ピノノワールでも良かったんですけど、なんだろう、やっぱりちょっとドメン貴彦とずっと比べられるのも嫌だなっていうのもあったり、まあ確かに比べられちゃいますよね同じ品種やってたら。まあそのね、師匠である曽我さんもちょっと気持ち悪いでしょうし、ね、弟子が同じ品種1本で1本でってなると、全くの真似されてもちょっとねっていうのも多分あると思うし、そうか、確かにその貴彦さん一門で1個の品種でやってるのって山中さんだけですよね。あ、そうですね。自社場だけね、みんなそれぞれいろんな品種でやられてるから、はあ、そこはもう1個に絞って。そうですね。はい。貴彦さんには何か言われました？そのピノグリに決めましたっていうことで。いや、曽我さんもそれはすごく面白いと思うっていう感じ、はい、最初から。はい、へえ。これでご自分で作り出して、で初ヴィンテージが何年ですか？2018ですね。18がどんぐり初めての初収穫で、まあ農薬とかもまあ普通使うんだったらこの時期にこれをまくとかっていろいろあるじゃないですか。まあそれを一切やられてなくて、まあ虫を取りながらっていうことで、この自然とのまあなんでしょう、自然を読む力というか、なんかそういうのってやっぱりあれですか、こう実際ご自分で畑やられててワイン作ってて。なんか感じるものとかって何かあるんですか？なんかそうですね、やっぱりまあドメン貴彦の研修中も、やっぱり感性を研ぎ澄ませなさいってこうよく言われてて、でまあそのために有機栽培っていうのはすごくなんだろう、そういう薬で抑え込むわけじゃなく、こう感性が研ぎ澄まされるというか、はい、なんだろうな、100% ってこうないじゃないですか、そういう農業に関して言うと、まあいろんな天候もありますしね。なのでその薬で抑え込まずに、どれだけ自然の力でこう育てていけるかっていうのを春から秋経験することによって、やっぱり醸造する時にさっき言ったうちらは何にも入れてないっていう、その醸造法に自信が持ってるというか、はい、あ、このくらいだったら大丈夫じゃないかっていうのが、なんだろう、春から秋のその農業を有機的に栽培していることによって、冬の醸造の時にそれが生かされるというか、まあそのブドウをずっと見てるっていうのもあるし、まあ要はね、春から秋にかけてずっと見てるから、作りにおいてもここでの経験がそのブドウに対してできるってことなんですか？はい、自然の力でやれるんじゃないかっていう、まあそれがね、野生ごぼうの発酵だったり、はい、
で、最後その薬で抑え込まないっていう意味でも酸素フルでもいけるんじゃないかっていうのはやっぱりこうなんだろう、農業からの経験でできることなのかなっていうのはちょっと思いますね。だからそのブドウも鍛えられてるというか、その要は自然の中で育ったブドウだから、その発酵してちゃんとワインになっていくだろう。それでポテンシャルというか、ブドウ信じれるってことなんですかね。そうですね。ブドウ信じれる部分もありますし、自分がなんかその感覚を研ぎ澄ますことができるというか、でやっぱ農業やってると、そういうのがあるんですよ。やっぱりこの時期にこれをまく、この時期にこれをまく。マニュアルですよね。マニュアルがあって、皆さん大体それをこうやるんですけど、有機的な栽培してるとそれをやんないじゃないですか。だから危険な目にさらされてるわけですね。ますよね。やっぱり春から秋、常に緊張してやってないと。そうか、確かにその緊張は続きますよね。栽培してる間、明日何があるか分かんないというか、雨が降るしみたいなね、病気来るんじゃないかとか、そういうのがなんだろう、その感性が醸造するときにやっぱり生きるというか、その経験が、結構じゃあピリついてる時期とかもあるんですか、栽培中。いや、ピリつくまではいかないですけど、そうですね。ずっと気を張ってるというか。一番その気が抜いてもいいなっていうのは今ですか、じゃあ。そうですね。この時期が一番ね、もうその1ヶ月ぐらいしかないってことですよね。醸造瓶詰めが終わるまでは多分奥さんは確定申告やってね。そうですね。12、いやでも123、もう瓶詰めしちゃえばね、ある程度あれなんで、123がやっぱりなんでその間に気が抜けてる間にスノーボードして楽しむという。なるほど。でこの周りの環境って結構どうですか、変わってきてますか、最近この余市というかこの上りとかもそうですけど。そうですね、やっぱりワイン作りたいって言ってね、それこそ土地買って入ってくる人も結構いらっしゃいますし、さっき言ったようにちょっと土地がだんだんなくなってきちゃう、いい土地がね、こうなくなってきちゃったんで、ここから先がどうなっていくかはまだちょっと分かんないんですけど、でもご高齢になって辞めていく方も徐々に増えてくると思うんで、そこでこう新規がねこう入れ替わっていくとどんどん良くなっていくと思いますし、あとはそうですね、そのワイナリーだけじゃなくてこう飲食店さんとか、そういうところがこう、サグラさんとかはじめいい飲食店あるんですけど、そういうサグラさんみたいなところとかこうもっと入ってきてくれると、もっとねこういろいろ食とワインとで、あとは宿泊施設がねちょっと大きいのがあると、こうツーリズムとしてもこう余市がもっと来やすくなってくるのかなっていうのは。確かに、余市に来れば山中さんのワインも買えないけど飲めますもんね。飲めるお店はいくつかあるし、でラフェトもね毎年やってますけど、あれは去年は実行委員長名前だけの実行委員長ですけどやられてて、ラフェトもどうですか、その反響というか。そうですね、もう開始数分ですごい完売ですもんね。やっぱりすごくね、ああいうイベントってなかなかないでしょうし、歩いて回ってねこうワイン飲むっていうのもとても面白いでしょうし、結構な距離っすよね。いや僕も去年初めて参加させてもらいましたけど、いや回れませんでした、全部。だから本当に慣れてる人はドメーヌ・モンさんから始めるみたいなパターンがなんか結構回れる可能性も高いみたいな話も聞きましたし、あとすごいなと思ったのが、ベロベロになって倒れてる人もいなければ、あとゴミが一つも落ちてないんですよ。こんなになんか素晴らしいお客さんたちが来るワインのイベントですごいなと思って、みんなマナーいいし、だから多分いくら飲んでも長い距離歩いてるからみんなちゃんとなるんでしょうね、多分ね。いやなんか
素晴らしいイベントだなと思いました。あれはもうずっと前からですか、ラフェットはもうあんな雰囲気ですか？そうですね、でも最初から結構マナーいいですよね、皆さん。そうですね、そうですね。2015か16からかなやったんですけどね、はい、そうですね。マナーいいお客様たち多いですよね。多いですよね。なんかあとね、要はまあ見学できないじゃないですか。皆さんのご家族というかお一人でやられてるワイナリーが多いから、家族系のワイナリーが多いから。なかなかその見学とかはできないですけど、ラフェット行くと皆さんにも会えるし、ワイナリーにも入らせてもらえるところもあるし、畑も見れるし、で生産者と一緒に話しながら飲めるしっていう、まあこれだからラフェットの魅力というか、もうだって普段はやっぱね、お一人でやられてたりご家族でやられてるから、まあ無理ですもんね、見学を受け入れるのは。だからそこでやっぱりその皆さんの反応とか見てやっぱりね、こちらも楽しいですしね。やっぱ作り手さんとかもやっぱ楽しく、皆さんが楽しんでらっしゃるのをね、美味しくのワイン飲めるっていう環境がね、こうまあ1イベントで作れるっていうのは、あれはだいたい9月の頭でしたっけ？そうですね、9月の頭にだいたいやってますね。でちょうど忙しくなるちょっと前ってことですか？それを楽しんでその後もうガッと収穫して醸造という。いやすみません、いろいろお話をお聞きできてありがとうございました。ありがとうございます。いや結構ね深いお話を聞けたと思うんですけども、内容は分かりました？ちょっと難しい話ももしかしたらあったのかなと思いつつ、でもこう聞き手としてはやっぱりそこにこう追いついていきたいなって思うような。なるほど。対談でした。なんかそう山中さんのねそのワインの良さみたいなのがなんか伝わればいいなと思っていろいろご質問させていただいてたんですが、まあそれね皆さんに届いて山中さんのワイン飲んでみたいなと思ってもらえるといいですね。まあだからね最初にも言ったかもしれないですけど、モンシードルがこれがまた美味しいですから、俺シードルは結構ねまだ買えるチャンスはありますし、まあネットとかで探していただけると買えると思います。まあ時期によるとは思いますが、でこのシードルもね本当に結構評価も高いですし、海外からの評価も高いと思うので、これがねまたもつ焼きにめっちゃ合うんですよ。ぜひこれを合わせてほしいですね。次回は木村さんです。次回木村さん、木村農園の木村さんのねブドウはいろんなワイナリーというかワインになってますから、で作り手の方もね何人かいらっしゃって、まあ、それぞれ違う、いろんなパターンのワインになってますので、ちょっとねそれもね皆さんに飲んでほしいですね。憧れの本当に農園さんなんで、ぜひその良さを伝えられたらなと思います。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。